ではね、ペーパークロマトグラフィーの実験原理見ていきましょう。こちら、ペーパークロマトグラフィーの、基本的な実験装置です。ね、このクロマトグラフィーって、いろんなクロマトグラフィーあるけど、どんな実験手法かっていうと、こんな風にごちゃごちゃっといろんな成分が混ざったもの、ごちゃごちゃっといろんな成分が混ざったものを、各成分ごとに、その各成分の化学的な性質の違いを利用して、各成分ごとにはっきり分けようぜ、はっきり分離しようぜって実験がこのクロマトグラフィーです。で、こちら、実験装置ご覧ください。下の方には展開液を入れておきます。ね、今回ね、いろんな光合成色素がごちゃごちゃっと混ざった資料を考えます。このいろんな光合成色素がごちゃ、ね、いろんな光合成色素、カロテンとね、キサントフィルとかね、クロロフィル A とか B とかね、いろんな光合成色素がごちゃごちゃっと混ざったものを資料として、これがロシ、ね、ロシのここにその資料をちょん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 ってくっつけます。で、資料をそういうふうにくっつけるところを原点って言います。で、この展開液、光合成色素を分離するんだったら展開液には有機溶媒を使います。このね、展開液にこの資料中の光合成色素が溶けて一緒に上まで移動してくんなきゃ困るんで、この資料がちゃんと溶ける展開液を選びます。実際有機溶媒に溶けないようなものは原点から移動しません。で、この展開液がじわ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 ーっと染みていく、ね、浸透上昇していく、じわ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 っと染みて上までいく。で、一番この展開液が、ね、有機溶媒が一番進んだところを溶媒前線もしくは単に前線と言います。この溶媒前線原点展開液用語はチェックしとこう。で、それが一体どうしたんだと思うよね。何がクロマトグラフィーじゃいと、ね、ただね、上にスーッと移動させる、ね、だから何みたいなね、資料が展開機に乗って上に移動する、だからどうしたのって感じだよね。こちらご覧ください。これがロシのモデルです。これがロシのモデルね。これがロシのモデルで、ここにサンプルがある、ここに資料がある、ね、いろんな光合成色素がごちゃごちゃに混ざった資料がある。で、展開液がじわ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 ーっと染みて、じわ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 ーっと浸透上昇して上まで行く。で、このごちゃごちゃっと混ざった光合成色素色素がこの展開液に乗って一緒に上に移動するんだけど、その移動の仕方に違いがあるんですよ。例えばロシなんか嫌い、ロシなんかもう一緒にいたくない、ね、ロシとの親和性が低い色素、そんな色素は展開液に乗ってスラ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 ーっと上まで行く、ね、サーフィンみたいだけど、ロシ大好き、ね、ずーっとロシと一緒にいたい、ね、ロシとずっとくっついてたい、ロシとずっとくっついてたい、ロシとくっついてたい、ね、ロシとの親和性が大きい、ロシ大好きで、ロシ大好きって子はあんまり上に同じ時間で移動しない。こんな風に移動速度に差がある。もっともっとロシ大好き、ね、ロシ大好きだよって子はもうロシと一緒にいたい、ね、ロシとくっついてたい、ロシとくっついてたい、ロシとくっついてたいよって子はますます移動しない。こんな風にロシとの親和性の大小によって、簡単に言うとね、ロシとの親和性の大小によってそれぞれの光合成色素を分離することができるんですね。例えばこれがショッピングモール、これがショッピングモール、ショッピングモールね、洋服いっぱい売ってる、ね、洋服なんか興味ない、ショッピングなんかするつもりないよって子はショッピングモールだからどうしたのってふうにサラサラサラっと歩いてっちゃう。だけど洋服大好き、ね、ショッピングしたい、洋服大好きって子はあのショッピング、ね、あのお店に行きたい、このお店に行きたい、ね、あのお店にも行く、ね、全然移動しない。このように、どんだけショッピングが好きかによってショッピング嫌いな子は上までさーっと行っちゃうし、ショッピング大好きな子はなかなか移動しないし、このように差が出てくる、ね、同じようにどんだけロシとの親和性が、ね、ロシ嫌いかロシ大好きかで移動速度に差が出るっていうのね。で、この青いマグネットを成分1としよう。この青いマグネットを成分1としよう。成分1で、原点からどんだけ成分1が移動したかを B としよう。で、原点から溶媒前線までの長さを A としよう。そうすると成分1の RF 値は A 分の B で表されます。これって、温度とかいろんな条件をしっかり揃えれば、どの光合成色素によって RF 値が決まった値になります。だからこの成分1の RF 値を計算する。前線がどこまで進んで、前線と原点の距離がこれで、成分1と原点の距離がこれだから A 分の B 計算したら、この RF 値は例えばクロロフィル A だなって、じゃあこの成分1はクロロフィル A だなみたいな判断ができる。このもともと分かってる光合成色素の RF 値と
今回僕たちが手に入れた成分1の RF 値を見比べて、あ、この成分1はこれっていう光合成色素だなって判断ができるんですね。感覚ね、鋭い子は分かるよね。この RF 値って、どんだけ進んだかの尺度だよね。これがペーパークロマトグラフィーの簡単な原理です。